おはようございます。私たちは北海道は札幌市にやってまいりました。今回はですね、ヤドキャリーを紹介したいと思います。去年ね、うん1回動画そうなんです。上げさせてもらったんですけど、はいこれははい標準の軽トラ用で、はいそうです今度ははいハイゼットジャンボ用です。はい。で、1年以上経ってますんで、かなり進化しております。はい、お楽しみにということで、はい早速見ていきたいと思います。はい、それでは早速、紹介していただきたいと思います。ヤドキャリーをね制作されている無双エージェンシーの社長の香川社長でございます。よろしくお願いします。お願いします。去年一度取材させていただいたんですけども、そこからまた違うジャンボ用ですかね、そうですねのシェルを紹介していきたいと思います。まずは外装から。これがハイゼットジャンボの新型というか、現行のハイゼットジャンボになります、この緑色、はいこの緑色は純正の緑色なんですけど、これ純正なんですよね。はいもともとこの色で売ってるんです。そうなんです。なかなか新色だと思うんですけど、可愛いですよね。めっちゃ可愛いミントグリーン。でこの緑色全部一色なのを、あうち本業は看板屋さんなので、はいシートを貼ってああ、なるほど。シートを貼ってツートンに変えてこれるんでシートなんですね。シート塗装じゃなくて。よく見るとこういうところがほんまや、ここ見たら貼ってるっていうのがわかる。あーあ、すごっ。そうなんです。でこのミラーもシートなんです。ちょっと縮んでるけど、はい。これ本来黒あ、そっかそっか。可愛い。すごい。いいヤドキャリーマークも。こういうこともできるということですかね、車に。はいこれラッピングですか？ラッピングですね。ラッピング用のシートなんであ、ー新車の状態で貼ってるんで、こういう色分けっていうこともあるんですけど、剥がすとまた新車の塗料が出てくるんで、なるほど。そういう意味ではラッピング新車から貼られるっていうのはおすすめなんです。保護されるからってこと。なるほどね。飽きたら剥がして違う色貼ってとかもできるってことああ、すげえ。これ後付けで、はいタープつけました。おこのタープすごく軽くて、はい簡単で金額も安いんで、これジャーっとチャックを開けて、ビヤーっと引っ張るだけなんで、なんかね、タープって高いイメージですもんね。全然これは普通のよくあるね、サイドオーニングって何十キロもあるある。うんするけど、これめっちゃ軽い。うんうんうんこうやってくるくるくるって回してギューって出てくるやつあるはいじゃないですか。はいはいあれはやっぱり結構高いんですよ。骨組みも複雑なんであーなるほど重量も増えるんですけど、これはもう手動でこうバタ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 ってこう、巻いてあるやつをほどいてきて、なるほどなるほど。で骨を手でガチガチってやってガチッと立てるだけなんで。はあ。初めてシェルにつけたんだけど、はすごくいいです。他のお客さん結構ここにフックつけて、うん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 自分でタープを紐で引っ張ってビャーって立ててる方多かったんですけど、はいはいそれに比べればもうこれだと本当に手でギューって引っ張るだけなんああ、なるほど。で簡単だし、はいこれにロールがもう巻きついてるんで、あーこの隙間から水が垂れてくることもないんですよね。なるほどね。後付けもじゃあできるってことですね。高さもどこにでもつけられる。めっちゃ便利。中の収納スペース圧迫されへんからいいよね。あ、そうね、確かに。持って歩く時もね、はい。ちなみにこのシェルのフレームは何になりますか？中身のフレームは木です。なるほど。はい。はいで、外がFRP ですね。 FRP ですね。一体型ですね、これ。はいあ、一体型っていうのはどういうメリットが？一体型っていうのはですね、継ぎ目がないので、はい普通はこっち側とこっち側を作ってこっち側をこう角でくっつけるんですけど、これはもう一つの型の中に内側からこうパタパタパタっと FRP を貼ってって、はあはあ外の型をガボンと外すだけなので、あつなぎ目が一切ないので、水だとか隙間風が入ることが 100% ありません、はいでなるべくビスを打たないようにしているので、なる雨漏りの心配もないということです、それが特徴ですね。なるほどね。で軽いはあはあはで強度もすごくあるんで、うんうんボートだとか船で使あ。ってああ。もうそれだけでなんか強そうな感じがしますもんね。そうですね。角ね、絶対つなぎ目あるけど、そうね、もう一切ないもんね。もうこのまんまなんよね。確かにこの丸みもそうだけどさ、やっぱこう FRP でしかなら出せない。ではのね、うんバンクの形とかもね、確かにそうやけど大体カクカクしてうるもんね。んうんうんうん。このそうね。丸いのがすごく特徴で、角が丸いだけで空気の抵抗って全然違うので、ああ、なるほど。そういう意味ではこう風の流れがうんうんうん。違うと思います。うんうんはい外の見た目なんですけど、これ標準は白ですか？標準は白です。全部真っ白。はいでなるほどこれはヤドキャリーのマークとかラインを貼ってあるってはいい、うこのぐらいことですよね。のラインは無料でお付けする。おーほー。白ベースにラインを入れるっていうところまでが標準。あ、なるほど。でそのラインの色なんかはご自分でいろいろ決めていただいて、そのラインを入れる。あ結構カラフルに何色でもありますよね。何でもあります。あ
車に合わせてもできますし、これ色変わるだけで絶対じゃあ雰囲気変わるねですよね。このねラインが入るっていうことで180度こう雰囲気がそうでしょうね。そうですよね。確かに。いいおしゃれになるしね車のこのツートンさとこのシェルのラインの感じとめっちゃ合ってますもんね。そうですね。めっちゃ可愛いなんか軽キャン女子って感じの確かに見た目してるので確かに。なかなか他じゃこれはなかなかないねできへんよね。すごい本当に。これもシートなんでね。飽きたら違う色に張り替えられる。シェルの外装の色を変えれるって発想ないよね。ない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 。これはここからアクセスして中にちょおお。っとガスコンロとか入ってますけど、ああすごいですね。これキャンプの時とかめっちゃ便利ですよね。めっちゃ便利ですね外で使うものとでか。今作ってるお客様は旅グラスさんのテーブルもそうだと思うんですけど、外せるようになってるじゃないですか。はいはいはいで中のテーブルを外して今ここにレールをつけて、はい。その外したテーブルをここにうわ最高や。わ立てて、こういう状態でこうめっちゃいい。テーブルご飯を食べて、めっちゃいいで何か取るときはここから物を取れるとか、ああたまらんな。そういう風に今岡山のお客様なるほど。作られてる。はい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 。この開けるやつもなんか去年にはなかったやつですよね。そうなんです。去年の鍵かなんかなってましたっけ？そう、その鍵のやつがね、はい物が供給されてなくてないんですよ。なのでもう苦肉の策でもこれを作って今はこれをつけて。ああなるほど。で今もうキャンピングカーの部品がはい本当になくて、なかなか大変です。大変ですね。本当にいろいろ試行錯誤しながら内部品を作ったり、違うもので代用したりなるほど。やっていかなきゃいけない。届かないんですよ。やっぱ海外から海外からっていうところで。ああなるほどな。これ窓めちゃくちゃでかいですね。そうね、大きい窓が。これいいですね。これ横幅1メーターの高さ50センチあるこのぐらいの窓がつくと外の景色もすごく見えるし、はい中もすごく明るくなるのでおすすめなんですけど、はい北海道だと冬はちょっとこれ一応ね複層ガラスで2枚はいはいはいガラスにはなってるんですけど、はいやっぱりそれでもね窓が増えると多少冬はやっぱそういうの分かります。そういう感じはあります。あります。ああなるほどね。そう香川さんご自身もね車中泊されるんで、そうですね。そういうのはもう痛感して分かる感じなんですね。わかるんですけど、まあ、マイナス外が5度とか10度とか、そういうレベルの時なので、さすがに、そうですね。北海道の冬ですからね。本州の方は大体大丈夫かなって感じはしますよね。そうはね、気にするほどじゃない。確かに雪降らん。地域はね。ああそうそうそうやっぱり。九州だとか南の方から真冬にいらっしゃって、はいこれ乗って FF ストーブつけて、はいスキー場の駐車場で車中泊する方も去年もいたので、全然おレンタルされてるってことですか。ああなるほど。ジャンボ用ですけど後ろは出して長い感じにはしてるそうですね。これで今20センチぐらい出てるぐらいなんで、なるほどまだ15センチ、はい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 。まあ35センチぐらいまではこれ出してもいいことはいになってるはずなので、はいこの辺の換気扇が出てる分も全然、セーフと。大丈夫。なるほどないです。ジャンボやったらね、その荷台のこの幅がね、狭いから、うんその分ね、いっぱい出てないとね、そうねちょっと室内狭くなっちゃうからね。ここは外部電源の入力ですね。はいはいこれと同じ外部電源の入力が内部電源用に中にももちろんあるんですけど、これですね。これドア大きいのいいよね。いやめっちゃいい開放的ですよね。軽いしさ、あこれも FRP で作られてるんですこよのね。 FRP の型に入れて作ってるドアなんで、なるほど軽いんですよね。これ好きな位置につけれますよね。そうですあ。横につけることもできるし、後ろにつける。なるほど。ドアの位置は結構自由に、そうですまあ好きなところにつけれますよ。窓も自由ですよね。窓もあ、そうですね。はい。まず、はい脱着は定番ですね。ここに、ああ、そうですね。はい。持ち上げてくるくる回して上げていくと車を出すとはいいうタイプですね、はいで固定方法なんですが、ここのこのね煽りを止めてるここはいに専用の金具はいをつけてはい固定するようにうん今の製品版はなってるそうです、はい。なるほど。ジャンボ用は中貫通です。ハンドル式あ、はいはいはい。固定方法。はい。はい、ジャンボはどうしてもこれ型自体が煽りがついてるこの書き込みがある型になってるんです。さっきの FRP の型が標準タイプだとこの書き込みをなくしたのでそうかそうか。煽り外した煽りがないで。すなるほど。そっかそっか。標準タイプの方は今マキちゃんが言ったようにこのヒンジを使っはいて横から固定するっていう、なるほど。で、ジャンボタイプはボルト固定やけど、ハンドルで手で止めれる、手で止めれるようにはなってるとはいいう感じですね。はい。それでは中の方見ていきたいと思います。はい。はい。はい、こんな感じですね、はい高さは結構マックスの高さで作ってるそうでかなり
余裕ありますね。165センチなんですけど、そうね、だって15センこんだけ。チすごいなんで20センチぐらい、うん。あ、めっちゃ高いんすね。これやっぱ FRP ならではなんかな。あ市場からねやっぱりギリギリ 2m50 で作ってるんで、木のフレームの厚みとかはどれぐらいなんですか？中は 30mm の断熱だったんで、なるほどなるほど、はい、この間は窓がハッチの窓だったんだけど、知らない間にスライドに変わっています。こういうやつで、あ、で網戸と、はいはいはい、おまきさん慣れましたねもう。でね、それがスライドだと走ってる時に開けたままでいいんで、あ、そっか。ハッチ型だとねなかなかそうですよね。こっちはあれですね。こっちは違う。普通にね、そうですよね。こういうね。ああ、いいですね。でもこの高さやったら高さがあるから、うん、横のね通行人とか気にせず開けることができるね。そうだから外からパッて見た時も、このちょっとおしゃれな間接照明みたいなのが見えてさ、中めっちゃおしゃれに見えんのよね。で壁紙が、はい、こっちは白っぽい、両サイドが白っぽいね。ああ、なるほど。で後ろ入り口の方がブラウンやね。はい。でこのバンクの部分がね、こういう凹凸のある厚みのある壁紙が使われてますね。やっぱりバンク部分はね、その外気が直で包まれてるから結露とかしやすいから、ちょっとでも断熱効果をということで、このような壁紙が施されています。なるほど。さっきちょっとあったけど、照明がこういう間接照明で、そうすごいおしゃれなんよ。照明もこういうのもできるし、LED のダウンライトとかもできるので、なるほどなるほど、好みに合わせてできるということです。いいですね。ここのね、ここのちょっとこうなんていうのこれ、なんていうのこれ。これなんていうんやろね、名前があるんやろうけどおしゃれなこのライトね。でこのさ横のスイッチ見て、めっちゃおしゃれなやつがついてるんよこれ。こんなんあるんやな、なんかちょっとなんてアンティークな。そうでここにデザイン性のあるものが大体ね、もう例のさよく見るこういうああいうね白いやつがポンってついてるんやけど、おしゃれですね。こっちのねスイッチ見て、何これ。出ました。これがねこう、ああなるほど、照明のスイッチと換気扇のスイッチなんやけど、これいいですね。これいいね、なんかすごいよね、めっちゃ可愛い。めっちゃおしゃれ。これねさっきもあったけど、電気、ここにシェル内の電気が全部ひとまとめになってて、なるほど、メインのコンセントになってるんで、これをここポタ電に挿したら、ポタ電から電気が取れるという仕組みになっております。じゃあこれをインバーターにさせば、まあサブバッテリーからも取れると。そういうことです。サブバッテリーシステムを組むとね、コンセントがこの横のこことここの2箇所あります。これももちろん好きな場所、自由なところに増設することもできます。でレイアウトがですね、こっちにテーブルとソファー、でこっちに棚っていう風になってて、この棚ね、こういうね引き出しになってて、ああこれキャンピングカー用のあれやね。そう押してこういうね、磁石で止まるようになってるんで、走行中が開くこともない。こっちもそうやね。でこちらがですね、外と行き来できる。そうやね、さっき繋がってたところ。ああなるほどね。はい、こちらがですね、対面シートになってまして、めっちゃ対面いいね。これね、座ったらそこからめっちゃ空が見える。これ夜とかさ、星とか月とか見えるじゃん。ああいいですね。大きいからね。いやいいな、窓はやっぱでかいのいいね。この上にでっかい窓もいいよね。いい。上の方はでかくてさ、下の方はちっちゃくてもいいんかなってちょっと、これはこれであるよね。ここね、道の駅とか人に見られたくない時は下からそうですよね。で上だけ開けとったら、ほんまやな、これいいですね。マジでいいな。キャンプ場とか行って隣誰もいなかったら開けとる。ああそうですね。でこれがさっき言ってた外にもつけれるようになるテーブル。ああなるほど。そうなんですけど、これはもう固定しちゃったんですよ。外にレールつけてないので。ああなるほど。これも爪になってるんですよ。一応グラグラしちゃうから。ここが。ああなるほど。おお。でこうなりますよ。ここをね。あこれね。で下がったということは、そこマジックテープになってる、そのままひっぺがしてる。おお。でこれがああいいですね。はい。でこれもおおこういうねことですね。ここがねこう。なるほどなるほど。いろいろ考えたんです。すごいですね。この仕組みが一番ね。ああしっくりきたんですね。ああなるほど。
おまきさんが165センチ、175ぐらいありそう。175はあると思う。かなり余裕があって全然狭いって感じはない。届かへんもどっちも。そうね、だから上にと下で一人ずつ寝るっていうこともできるということですね。はい。このクッションもね、これオプションなんですけど、硬さを調整できます。柔らかいの硬いの普通っていう。そんなんあるんですね。あ、すごい。こういうのってさ、その市販で売ってないやんか、それをさ作ってもらえるっていいよね、ちゃんとマット。めっちゃいいね。おまきさんね、自作やからな。苦労はわかるよね。あんなクソめんどくさいのやりたくないやん。そうね。これもちろんカラーとかもね選べるんですよね。でこれを畳むとここにね、ここね、これを引っ掛けると走行中にパタパタしないようになるようになってます。でバンクもベッドなんですけど、このね棚がそうね、もうここまでね高さになってるのね。だから引っ張り出すのはこの幅だけで、ここがこれね上げてたらバンクに荷物を置いてても落ちてこないようになってますね。いいですね、これ。こういうの欲しいですね。細かいのをね使ってると、そうこれって感じね。これね、作ってる方が車中泊してないとなかなかねできないやつ、発想できないやつですね、これね。そうなんですよね、本当に使ってないと気づかないポイントですからね。わかりますわかります。ここにねバンク用の板が止められてまして、あ、全然重くない。あ、もうただそれだけか。そう、これはめるだけ。おーい、これだけっていいね。支えがいらない。そう、それもこの棚があって、板が短くなってるから軽くて支えもなしでできるという。なるほど。工夫ですね。はい。玉木さんちょっと上寝てみてくださいよ。はい。でもなんか空間結構あるくない？そう、天井がマックスの高さで作ってあるから、ジャンボの割には狭いなっていう感じはないよね。なんか別に布団とかマットとか引いてもまあ大丈夫かなっていう感じだね。そんな感じする。なんか登る時もなんかしんどそうじゃなかったもん。そうやね。結構ね分厚いソーラー乗せようとして低めに作ってある天井とかやったらもうこの時点でもうこんなんな。そうやろ。体感的にね。なんか俺らのとあんま変わらんぐらいの下手しいなんかもうちょっとあるかもぐらいな感じせえへん。思ったより全然広い。足してもここまであるから何本ぐらい ?1900 ぐらいかな。ありそうやね、普通に。十分寝るよね。まあもう上は2人余裕ですね。そう、先がね丸くなってるから、まあ足こっちにしたら圧迫感も気にならへんかなっていう感じやね。いいですね。あとね、その手元にね照明があるから。そう、これね。だからこっちね消しといて、そこだけつけておいて、スマホでゲームするのか本読むのか。そうですね。寝る時にこれピッて消せばね。ああ、いいですね。でトイレ行きたいなと思った時もピッてつけてね。ああ、いいね。いい。なるほどね。このね椅子の下はまあおなじみのね全部収納になっておりまして、まあこっちもなんやけどこっちも開けるだけですね。深さあるね、結構ね。そう。FF ストーブを装備できるようにこのスペース準備されてます。なるほどね。はい。結構入るね、やっぱね、椅子の下は。入る。深さがあるから。こっちは大きいものに入れて、こっちは普段使うようなものをね。キッチン用とかね。はい。非常に使い勝手がいいですね。良さそうなんじゃないでしょうか。はい、じゃあそれではですね、ちょっと内装がね違うバージョンも見ていただきたいなと思いますんで紹介させていただきます。はい。これなんですけど、これはジャンボじゃなくてノーマルのキャトラバージョンですね。はい。ちょっと気になるもんが出てるんやけど。これはなんだ？これはもしかして FF ストーブのこっちが吸気口数砲、ちょっと本当はここ固定されてるんですけど、なるほど。でこっちが排気マフラー。なるほど。ということはこちらには FF ヒーターがついてるということですね。このねちょっとはみ出してる部分の下をうまいこと利用してね、この壁面から出るとなクソダサいやん。そうね、確かにこのね下からそううまいこと場所をね使ってますね。ギリギリなんですよ。出せるの。なるほど。ジャンボだとちょっとね余裕あると思うんですよね。標準タイプそんなにうちのやつ後ろ出してない。なるほど、そうですね、確かに
目いっぱい出てないですもんね。ギリギリなんです。なるほどね。で結構熱い熱が排熱出るんで、あんまりねこういうタイヤに近づけたりこういうところに近づけると溶けてしまう。だから少し離れたところに出しておかなければいけない。例えば北海道とかでしたら普通にこれから積もる時とかってありますよね。塞ぐと危ない、塞がると危ないですよね。スキー場なんかで車中泊される方もいるんですけど、次の日の朝起きた時にどのぐらい積もってるかをちゃんと気にしていただいて、ここが塞いじゃうと死んじゃうんで、下手すると、ここら辺の雪の日の処理というか、なるほど、前日気を使っていただいて、積もりそうであればもう早めにちょっともう雪かきしとくとか、そういうのしとかないと命に関わるぞと。そうなんです。なんて言ったってマイナス20度とかになるので、これはもう皆さん気をつけなダメなところ。そうね、北海道ならでは、雪国ならではですね。FF ストーブは室内の空気も汚れないですし、結露もしないので、北海道というか寒い地域では一番いいんじゃないですかね。そうですね。ポータブルの石油ストーブ、家庭用の石油ストーブを置いても十分この中暖かくもなるし、使えるんですけど、ポータブルバッテリーあれば、やっぱ結露するんですよね。そうなんですよね。FF ってまあ乾燥するけど、それこそね加湿器とか入れてもいいぐらいカラッとした空気になるから、燃費もいいしバッテリーも全然食わないので。ちなみに燃料は何ですか？ガソリンですか？これは灯油です。灯油か、じゃあ安いですね。そうですね。で 2kW とか 5kW とか種類がいろいろ FF もあるんですけど、2kg の一番ちっちゃいやつでもう十分マイナス20度のところでも暖かいので。なるほど、もう十分ですね。ちょっとそこも踏まえてちょっと見てみましょうか。中はこんな感じになっておりまして、何が一番特徴かって、この壁で木張ってあるんよ。重量との戦いのはずの軽トラキャンで壁が木。これができるのは FRP で外がね軽いからこれができるんですよね。木造のいわゆるよくあるやねタイプのやつやったらこんなことしたら重量オーバーになっちゃうからね。確かにね。大体ね壁紙とかで済ますパターンが多いもんね。それがもうここら辺も全部木でできてて、こういうねちょっとしたのがね、いいですね。おしゃれで可愛いよね。でこっちのこれ釣り竿置くやつ、これも同じように木でできてます。合わせた感じですね。であとこっちのね電気も、そうさっきはもうここにねちょうどしたけど、これはスライドして動かせるようになってるタイプのやつ。なるほどなるほど。だからここに座るか、こっちに座るかで、欲しいさ、照明の場所ってちょっと変わってきたりするやんか。それを調節できる。なるほど。これ嬉しいよね。増やすこともできるみたいですね。まあ確かにここだってそのグイッとこうレールにはめるからね、増やせる。FF の出口ですね。ではこの中にあるのかな。ここにタンクが。なるほど。こういうスッキちっちゃいのいいね。この下にね本体があってタンクで、その隙間にこのね機器がついとるわけですね。でこっちにね。夏はこれ丸ごとこれをボンと外してもいいですし、外せるようになってるんです。さっきの煙突と吸気口も上に持ち上げるとスポンと抜けるんで、取り外せるように作ってあるんです。さすが。夏はないですもんね。確かに。なるほど。その代わりにポータブルエアコンをつけたりとかっていうことができる。なるほど。これも含めての FF ヒーターや。そう。これね、そうね。そういうことね。なるほどね。開け方がかっこいいなこれ。すごい。空間をうまいこと使ってるよね。ポンプのねカチ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 っていう音が FF ヒーターって気になるんですよ。しますよね。それをできるだけこう響かないように、もう苦肉の策でいろいろスポンジ貼ったり、ポンプをもう巻きつけて、見て、巻いてる。ほんまや巻いてる巻いてる。ここにもねスポンジがあって、そういうことなんやね。そうなんですね。車両の FF ヒーターつけてる方ってポンプ外につけるんですよね。そうすると室内でそんなに音しない。どうしてもこれ中につけなきゃいけない。そうですよね。そうですよね。でこっちの椅子の方はさっきと一緒やね。全部収納に。なるほど。これはここに外部の電気があってポタで置けるようになります。これで FF が今使える状態って感じですかね。そうね。これが FF。今外部から取ってるから刺さってないけど、ここから取ればこのポタ電から電気が供給されるということですね。今回中がこうベンチシートみたいなね感じですよね。こっちはめっちゃおしゃれなので、ここにね網が、これめっちゃかっこよくない？でこういうのがねつけられてて、なんかかけれるっていうのもいいね。でここがこうね。
出ましたよ。になると。はい。それでもちょっと遠いでしょ。本当はね、足を乗せたところに座ってもらうとちょうどいいんですよ。ほー。足を乗せたところ。あ、こういうことですね。はい。こう。はい。もうだって別にこのままこれも出したまんまでもいいもんね。そうなんです。でこっちもできますよね。どっちも出ます。あ、じゃあ寝るときはだからこう、ああ、なるほどなるほど。でこれを出せば。はいはいはい。あ、いいサイズ。あー、作業もできるわ。これはご飯も食べやすい。ああ、いけますね。下も全部シュートになってる。うん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 。ということですね。はい。おお。はい。バッグはこの棚がね。ここまでなるから、ここまでの板をはめていくという。あ、まあそこは同じパターンですね。これね、なかなかないよね、つけてくれるとこね。確かに。今ね、ないんですよ。その丸い窓。ないんですか。ないんあ、そうや。めっちゃ人気かなんかで。これってなんかよく横とかについてるやつを上につけてる。ああ、なるほど。この丸はちょっと手に入らないかも。四角だったらいくらでも。もうこれ作って丸2年経つんですけど。全く雨漏りとかはないです。あ、当然ね、冬も越されてると思いますが、もう何の問題もなく。問題もないです。すごいね。北海道の冬でね、大丈夫なやつ。まあ日本全国どこでも大丈夫。そういうことね。身をもって体験されてるから。ずっと使ってらっしゃる。そうね、信頼がありますよね。それではね、詳細の方またちょっとお話ししたいと思います。はい。はい、見ていただきました。それではね、詳細の方お話ししていきたいと思います。まず重量の方ですね。はい。重量の方がどうでしょうか。この装備でどっちもジャンボの方も標準の方も260キロ。なるほど。はい。まあ全部込み込み入ってやんね。もちろんです。家具とか椅子とか全部含めてです。はい。で価格の方はどうでしょうか。このねジャンボの方が128万円で標準の方が118万円。なるほどなるほど。で標準装備なんですけど、内装仕上げて壁床、あと家具、ベンチシートと棚ね、あったやつ、あとバンクベッドとジャッキね、とあと窓1個、おおなるほど、と外部電源口が全部ついてその金額と。なるほど。だから家具もついてこの金額が安いね。なかなか安いと思う。ちなみに今回この紹介したデモカーの価格やこれ同じようにしたい。全く一緒ね。全く一緒。このオーニングつけたりいろいろして全く同じのを頼んだら170ぐらい。なるほど。はい。スタンダードのね、軽トラのタイプの方は150万ぐらい。なるほど。こっちで FF とかもついてたからね。それも入っても150。そういうことです。なるほどなるほど。FRP でこんだけの値段ってめっちゃ安い。いや安いと思うよ本当に。でこのね FRP の外装の形は型があるんで、もうねこのどっちか。そうですね。とあと1トン車用の3種類しかないんだけど、内装の壁紙とか床とかはさっきあったみたいに板張りにしてもいいし、壁紙好きなの選んでもいいし、床も一緒ね。あと家具もいやこの棚この大きさじゃなくてこういう大きさにしてほしいねとか、椅子の高さもうちょっと変えたいわとか、そういうのも随時対応してくださるんで、あと逆にねこんな棚いらんねんもうワーシャフラットで寝るんやもう OK なんで内装はかなり自由になってると思います。あと外装もね看板屋さんということで標準は白やけどああいう色にしたりとか。もう色も自由に決められるし、ラッピングでね、ラインがねただやけどもっとねいろんな柄入れたりマーク入れたりとかっていうのもできるんで、オプションでお値段もかかりますができるということで、デザインはねかなり無限にできると思いますんでね。そうやね。そのデザインとかね内装のねやり方変えるだけでもう全然違ったねそうですね一台になると思うんで、めちゃめちゃ可愛くもできるやろうし、アウトドアにもできるやろうしね、かっこよくもできるやろうし、はいそんな感じですね。で気になる納期でございます。納期はどんなもんでございましょうか。3ヶ月ぐらい。早いね。早い。今日とかもね見させてもらいましたけど、まだ制作途中のやつとかもね、あったりとかするんで、今の時点ではっていうところだけちょっとお伝えしておこうかなと思います。今日はですねその支払い方法でございます。支払い方法はどうですか。現金一括かローンか。まあただシェル単体やとショッピングローンになりますけど、ちょっと金利が高くなっちゃうんですよね。車もね軽トラも一緒に買えるんで、中古でも新車でも買えるんで、それと一緒に買うと車のローンが適用されるんで金利が結構安くなりますんで、だから車も一緒に買って飛行機で行って乗って帰るいいねっていうのが一番コスパいい確かに
はい、ということで今回はこんな感じになりました。北海道のビルダーさんなんでね、本州の方買いにくいって思う方もいらっしゃると思いますが、結構ねやっぱ本州からの注文もあるみたいで、ぜひねこの機会にいかがでしょうかと。このね車気になった方、詳細お問い合わせは概要欄にヤドキャリーさんのリンク貼っておきますので、そちらからお問い合わせください。あとお荷物フェスのねリンクも貼ってますのでチェックしてください。お願いします。でね、ヤドキャリーさんで公式で YouTube もやされてるんで、そちらもよかったらチェックの方よろしくお願いしますと。かなりマニアックないい情報がいっぱい上がってて、勉強になるなと思っていつも見てます。今回はこの辺でよろしいでしょうか。はい、ということでまた次回お会いしましょう。さようなら。